どうもコロッケくださいです。今回は呪術廻戦から全員直哉の女体化を作ります。前々から直哉の女体化のリクエストがかなり来ていまして、個人的にも直哉は女体化が絶対に合うタイプのキャラだと思っていました。直哉といえば性格が悪く、男尊女卑でプライドが高いナルシストという感じで、シンプルに人として最悪なキャラクターなんですが、めちゃくちゃ人気があるんですよね。特に女性からの人気がすごくて、男性からはネタ的な人気があるイメージです。個人的にはそこまで好きなキャラクターではなかったのですが、直哉がもしも女性だったら、を考えてみると、性格が悪く、嫌味なことを言ってくる京都弁高飛車美人お姉さん。これは非常にありですね。直哉の女性人気がすごい理由がなんとなくわかるような気がします。性別が逆だったら男性人気がすごいことになっていたと思います。女体回復の世界線とか考え出すと止まらなくなります。女性の世界線でも直哉は実力で投手候補になっており、男のくせに女のうちより弱いとか死んだ方がええわ。とか言って男を見下してそう。弱い男のことは全く眼中になく、強い男は立てる賢い生き方をしてたり。あと、幼少期に見た当時に一目惚れして大人になってもずっと惚れてそう。性格はどぶかすだけど、顔はいいから男にめちゃくちゃモテていて。言い寄ってきた弱い男をボロクソに振っててほしい。力は弱いし顔もあかん。あんたがうちと釣り合うと思うとるんみたいな感じで何人も玉砕してそう。直哉ちゃんにボロクソに言われて振られるだけのモブになりたい。さて、語っている間にも、体を作っているところですね。今回ポーズがなかなか決まらず、3パターンくらい作り直して調整をしました。制作の際、ポーズは毎回悩みます。元絵がある場合は特に悩まずサクッと作業を進められるのですが、女体化など元絵がない場合は、自分で構図を決めるので時間がかかります。今回で言うと、最初かっこいいイメージで作ろうかと思っていたのですが、途中でちょっとセクシーよりもありかな、とポーズを何度か変更して、体のラインをより女性らしく調整し直しました。女体化でもかっこいい路線にすることも割と多いのですが、女直哉はこの路線かなと。腰が細くてお尻周りはムチッと。ポンキュッポンなスタイルです。女体化させると大体いつもこういう感じにしているような気もしますが、この段階では全然知らなかったのですが、とあるブランドの服が女体化した直哉みたいだとネットで話題になっていて、それとほぼ同じ服装になっています。制作途中でその服のことを知り、その後は参考にしてかなり寄せた形にしました。肩から胸周りは最初、何も着せずに胸元を見せているような形にしようかとも思ったのですが、さすがに地女すぎるかなと。露出度は高ければいいってものでもないので、パツパツの胸元のシワとかの方が個人的には刺さります。と言いつつも、胸元を埋めるときは自分の中で結構な葛藤がありましたが、シワを造形していく。パツパツだ。髪の毛を作っていきます。髪の毛はロングにするかショートにするか、ギリギリまで悩みました。プライドの高い嫌味な京都弁お姉さんの髪か、ロングかショートか、どちらにボロクソ言われたいかと考えたら、やっぱりショートかな。なんとなくショートヘアのお姉さんの方が気が強いイメージ。
髪の毛の流れを造形します。パーツが揃ったので組み立てます。原型完成です。塗装していきます。まずは肌からです。紺か露出度は低めなので肌色部分は少なめです。下半身は服でほとんど隠れてしまうので少しもったいない気持ちになる。ピンク、メイン色の順に。足は黒タイツを履いている感じにするのですが、一旦肌色で塗ってからタイツの色味にしていきます。そうすることでタイツの下の肌の感じが見えればいいなと。まあ、この部分もほとんど隠れるのですが、服を縫っていきます。陰影を意識しながら慎重に。袴は全体的に薄く陰影を入れるイメージで塗ります。帯の結び目も同じように。足先の塗装です。ここは暗めの緑色に。髪の毛を塗っていきます。全体的に金髪にした後に髪先を暗くします。面相です。先の細い筆で慎重に塗ります。最後に土台の樹齢の塗装です。カラーリングはアクリルスタンドを参考にします。全体をまだら模様にして生物感が出るように。そして全体をピンク色で塗ります。やっと完成です。いつでも最大限